みんな、こんにちはなのだ。澄んだもんなのだ。今日は南米の素敵な国、ウルグアイについて紹介するのだ。実は、ウルグアイにはみんなが聞いて驚くようなすごい豆知識があるのだ。なんと、ウルグアイの国歌は、全部演奏すると5分以上もかかる世界で一番長い国歌らしいのだ。びっくりなのだ。今日はそんなウルグアイのニュースを、全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが5つ目のニュースなのだ。1972年から1974年にかけて10代女性の政治犯刑務所として使われたモトブルジョワ児童施設への初訪問という記事なのだ。かつては普通の児童施設だった場所が短い期間だけだけど思春期の若い女性の政治犯を収容する刑務所として使われていたなんて歴史の深さを感じるのだ。過去を振り返り、その場所がどのような役割を担っていたのかを探る、とっても重要な訪問レポートなのだ。みんなも一緒に歴史について考えるのだ。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしくなのだ。それでは早速、ウルグアイのニュースを一緒に見ていくのだ。南米の宝石、ウルグアイをご紹介するのだ。大西洋に面したこの国は、ブラジルとアルゼンチンに挟まれた比較的小さな国なのだ。首都はラプラタ川の河口に位置する美しい港町モンテビデオなのだ。歴史をたどると、かつてはスペインやポルトガルの支配を受け、独立までにはブラジルやアルゼンチンとの間で激しい争いもあったのだ。しかし、1828年に晴れて独立を果たし、今では南米で最も安定した民主主義国家の一つとして知られているのだ。人口はおよそ350万人と東京の半分以下なのだ。ヨーロッパ系移民が多く、人々の温かさも魅力なのだ。主要産業は何といっても畜産業で、ウルグアイの牛肉は世界中で愛されているのだ。国民一人当たりの牛肉消費量もトップクラスで、アサードと呼ばれるバーベキューは国民食なのだ。サッカーはまさに国民的スポーツで、ワールドカップの初代王者にも輝いた強豪国なのだ。他にもタンボやマテ茶など、独自の文化が息づいているのだ。近年では、環境に配慮した再生可能エネルギーの導入に積極的で、社会福祉も充実しているのだ。小さな国ながらも、豊かな自然と文化、そして先進的な社会システムを持つ魅力あふれる国、それがウルグアイなのだ。一つ目のニュースなのだ。ペロン島がブエノスアイレス州選挙でリベルタ・アバンサに大勝という記事なのだ。ブエノスアイレス州の選挙でペロン主義連合フエル・ザパトリアがミレイ大統領の LA リバタット・アバンザに大勝利したのだ。投票率は 63% だったのだ。これはミレイ政権にとってとっても厳しい結果になったのだ。この選挙はね、ペロン主義連合が 47.13% の票を獲得して LA リバタット・アバンザの 33.80% を大きく突き放したのだ。他の政党はもっと少なかったのだ。この選挙は10月26日の中間選挙を前にみんなの立ち位置を確認する大事なテストみたいなものだったのだ。ペロン主義にとってはブエノスアイレス州知事のアクセル・キシロフさんがこの選挙を単独で開催するって決めたのが大成功だったのだ。最初は反対もあったけれど知事の戦略が当たったのだね。でもハビエル・ミレイ大統領の政権にとってはものすごく痛い敗北だったのだ。国家障害庁の贈収賄スキャンダルがあったからミレイさんのイメージが悪くなっちゃったのだ。ミレイ大統領は敗北を認めて深い自己批判をするって言ったのだ。でも政府の目標は変えないって強く言っていたのだ。この結果はポジティブじゃなかったけれど責任を持って受け止めるのだって言っていたのだ。そして財務大臣のルイス・カプトさんも市場に向けて経済政策は何も変わらないのだ。財政も金融も為替も全部そのままなのだってメッセージを送ったのだ。二つ目のニュースなのだ。価値ある主権の放棄
OECD 韓国の銀行秘密変更についてオットーネ氏という記事なのだ。ウルグアイ政府関連のニュースなのだ。OECD が進めている銀行秘密の変更について経済学者オットーネ氏がコメントしたのだ。オットーネ氏はこの変更を主権を一部手放すことと表現しているけれど、それだけの価値があると考えているみたいなのだ。3つ目のニュースなのだ。ルシア・エチェベリ氏、連接バスは都市交通の選択肢としてはるかに実現可能という記事なのだ。これは LA ダイアリアというメディアのウェブページなのだ。このページには記事を読むためには会員登録が必要なペイウォールがあるのだよ。まずはサイトを利用するための大切なルール、利用規約についてまとめて説明するのだ。このサイトに公開されているコンテンツの著作権はそれぞれの著作者と LA ダイアリアに帰属するのだ。だからもし記事の一部や全部を複製したい場合は必ず引用元を明記する必要があるのだよ。勝手に使っちゃダメなのだ。そしてみんなが LA ダイアリアと共有する個人情報はどんな状況でも第三者に渡されることはないから安心してほしいのだ。ウルグアイの法律第18331号と政令第414、2009号に基づいてきちんと取り扱われるのだよ。アカウントを作るとメインのニュースレターが自動的に届くようになるのだ。でも、もし必要ないと思ったらアカウントのオプションパネルで簡単に配信を停止できるのだ。他の専門的なニュースレターを受け取るように設定することも可能なのだよ。LA ダイアリアからのプロモーション情報がメールやみんなが提供してくれた電話番号に届くこともあるけれど、これもアカウントのオプションパネルで簡単に停止できるから心配ないのだ。アカウントのパスワードはいつでも好きな時に選んで変更できるのだ。セキュリティは自分で守るのだ。もし LA ダイアリアの購読をキャンセルしたくなったらメールか電話で連絡すればいつでもできるのだよ。これで安心してサイトを使えるのだ。さて、このページのメインのニュースなのだ。国民政府のコーナーにはルシア・エチェベリさんのとっても重要な発言が掲載されているのだ。彼女は都市圏での交通手段の選択肢として連接バスははるかに実現可能性が高いのだって言っているのだ。これはこれからの都市交通を考える上でとっても注目すべき意見なのだよ。この記事はナタリア・ウバルさんが書いたものなのだ。もしこの続きの記事をもっと読みたいなら毎月6記事まで無料で読めるのだ。まずはアカウントを作成するかログインしてアクセスするのだ。メールアドレスを入力するか Google アカウントを使って簡単に登録できるからぜひ試してみてほしいのだ。4つ目のニュースなのだ。コロンビア情報機関テッシ検察監察外でのマルセット氏の責任を確証という記事なのだ。コロンビアの情報機関が重要な報告書を公表したのだ。それによるとマルセトという人物がテッチ検察官を殺害した責任があるということがはっきりと裏付けられたのだ。これは組織的犯罪に関する捜査においてとても大きな進展を示すニュースなのだ。5つ目のニュースなのだ。1972年から1974年にかけて10代女性の政治犯刑務所として使われた元ブルジョワ児童施設への初訪問という記事なのだ。今日のニュースはウルグアイのラ・ディアリア市からの情報なのだ。記事のタイトルは社会のセクションにあるのだ。内容の中心はかつてブルヘス児童保護施設だった場所への初めての訪問についてのレポートなのだ。この施設は普通の児童保護施設だったわけではないのだ。驚くべきことに1972年から1974年の短い期間、思春期の若い女性の政治犯を収容する刑務所として使われていたのだ。過去の歴史を振り返り、その場所がどのような役割を担っていたのかを探る重要な訪問だったのだ。この記事はナタリア・サンチェスさんが書いたのだ。この短い紹介文からは
記事本体が過去の困難な時代について深く掘り下げていることが伺えるのだ。みんなも歴史を知るのは大事なのだ。南米の宝石ウルグアイは畜産やサッカー、独自の文化に加え、再生可能エネルギー導入や社会福祉も進む魅力的な国なのだ。政治、経済の動きや社会インフラ、歴史的探訪まで多岐にわたるニュースからその奥深さが伝わったのだ。隣国アルゼンチンの選挙結果も興味深かったのだね。これからもウルグアイに注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。